ボンジュール。フランスガイドのイーノーです。今回はリモージュからお届けします。リモージュのガイドブックには絶対載っていないイーノーの特別お散歩コースをご紹介します。まずリモージュって一体どこなのっていう話ですよね。リモージュはフランスの中部に位置しています。パリからだいたい南西部に400キロぐらい来たところですね。オートビエンヌ県っていう県に属するんですけれども、今川が道路の向こう側に見えているのお分かりになりますでしょうか。この川がビエンヌ川なんですね。そこからオットビエンヌ県の名前が来ています。今私がいる場所、ここはですね、大聖堂のお庭なんです。あちらの方に大聖堂が見えています。このリモージュ面白いのは町の中心が2つあるんですよ。だいたい人口10万人ちょっとぐらいのね、こういう小さな都市で町の中心2つあるって結構珍しいんです。まず1つはシテって呼ばれるこの今見えてるカテドラル大聖堂を中心にした地区、そしてもう1つはシャトーという地区がもうちょっと高台の方にあります。でこのシテというのはもう昔司教さんが支配していた領土なんです。その周りに城壁が作られました。そしてシャトーという方はリモージュ子爵が支配していた領土です。ですからその子爵のお城があったんですね。でその周りにも城壁が作られ、完全に町が二分されていたんです。ではこれから私たちはビエンヌ川の方まで降りていきます。この2つの柱のようなものは元女子修道院があった場所なので、その入り口の名残なんですね。もう一つ別のお庭の方に今入ってきました。なんかこういう階段があるとついつい降りていきたくなりますよね。ここを降りていくと何があるかというと行き止まりなんです。でもここ何だったんでしょう。修道院のなんかこう瞑想する場所とかそんなものだったんでしょうか。このリモージュのカテドラル付属のお庭の動画別にございますので、そちらの方もご覧になってみてください。これはイギリス庭園って呼ばれる部分なんですけれども、こういうキオスクがあるんですよね、イギリス庭園には。なかなか素敵です。
ではここから下の方に降りていく階段をちょっと見つけたいと思います。至る所にね階段があるんですが、ここにも一つあったはず。でこの辺り本当にね森がいっぱいある地区なんです。降りていく階段見つけました。リモージュといえばやっぱりリモージュ焼きで一番有名です。白が美しいと言われるリモージュ焼きですね。そしてもう一つはこのリモージュという町はスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラに行くための巡礼路の通過地点の一つなんです。フランスの巡礼路は、4つあるんですね。そのうちの一つベズレーという町、ブルゴーニュ地方の町を出発してサンティアゴ・デ・コンポステラに向かう巡礼路、そこにリモージュが入っています。でこれからビエンヌ川の方に向かっていきます。このビエンヌ川、その巡礼とリモージュ焼き両方に大きく関係しているんです。向こうの方に古そうな橋が見えていますでしょう。サンテチエンヌ橋という橋です。先ほどご覧いただいたカテドラル大聖堂がサンテチエンヌ大聖堂って呼ばれているんですね。向こうにも階段がついていて、あちらからも降りてこられるようになっています。このお庭の周りがなんだかこう城壁のようなものがあります。でもこれはビエンヌ川の洪水を防ぐためのものだそうです。ちょっと左の方をご覧いただきますと、なんか今真正面に見えてる家、もうすっごい斜め向いてるんですけど、ちょっとあちらの方に寄り道してみましょう。なんか道というか行き止まりなんですけど、なんかちゃんと道の名前がついてます。ルーデ・ロッシュ、ロッシュ通り、岩の通りっていうことですね。なんか赤いバラの花が咲き誇っていてすごく綺麗ですが、ご覧ください。斜めになっているのお分かりになりますでしょうか。そしてやっぱりこちら行き止まりの、ここから先は私有地になるので立ち入り禁止とね、なんか書いてますね。
それでは今のお家ちょっとご紹介したいので、表側の方に回っていきましょう。この石畳も古そうでしょそしてちょっと猫がいました。いつもねこの辺りをブラブラしてる猫。そしてはいこれ日本のガイドブックにはなぜか絶対載っていない井戸なんです。でこの井戸はあそこにちょっと看板が出てます。ペール・ペーニュっていう名前がついていまして、そんなにねっていうか全然深くないんですよ。なんとなく見てそこがもうすぐ見えるぐらいどうだろう40センチとか50センチぐらいの深さで、リモージュにはこういう井戸がもう無数に昔はありました。でこの井戸の湧き水がちょっと特殊だったんですね。それでここで染めの要は染色の固定を染色を安定させるっていうんですか、染色を固定させるために使っていた井戸だそうなんです。なんか他の井戸の水よりも結構酸性に偏っているらしく、染色にはもってこいっていうことだったそうなんですね。そしてちょっとここから上がっていきます。さっきのすごい斜め向いてる家の方に向かっていきます。こちらに絵が飾ってあります。この絵はコピーなんですけれども、あちら奥の家を描いたものです。1922年ポール・ローラン・クルトという人が描いた絵です。で正面のお家、ここにはまた別の画家さんが住んでいたことがあります。ピエール・ベルノットという、現代画家の人が住んでいました。そしてこのお家、ここは昔洗濯業者の人たち、洗濯女の方々が住んでいらっしゃった家なんです。そしてご覧ください。なんだか木のおしゃもじのようなものが見えていますでしょ。あれは洗濯女の人が洗濯をするときに使っていた、要は脱水のためのおしゃもじなんですね。これで洗濯物を叩いて脱水をしていました。ペトゥというふうにリモージュでは呼ばれています。そしてその横にはサンチアゴ・デ・コンポステーラ巡礼の目印、ホタテ貝のマークがあります。木の箱の中に聖母子像がございます。これはノートルダム・ドゥ・ペトゥ、ペトゥの聖母と呼ばれるマリア様とイエス・キリストの像なんです。
実はこのノートルダム・ドゥ・ペトゥは洗濯業者の人たちの守り神でした。守り聖女、守り聖母でした。実はこの辺り、洗濯業者の方たちが住んでいらっしゃった場所なんです。もうこの一帯全部に今ご覧いただいたようなお家が並んでいたんです。洗濯ってやっぱり昔川でやってましたでしょ。ここからビエンヌ川すぐ近くなんですね。で先ほどお話ししていたシャトーという、要はリモージュ子爵が仕切っていた領土、あそこの方が経済的にはぐんぐんと発展していくんですね。そしてブルジョワの人たちで、昔は貴族の人たちっていうのはあちらのシャトーの方に住んでいました。高台の方に住んでいました。でこの辺に住むこの洗濯業者の人たちは、そのシャトーにお客さんがいっぱいいまして、その人たちの洗濯物をカゴにいっぱい詰め込んで、今私たちが歩いているこの道を通り、ビエンヌ川の方まで行ったんです。やっぱり結構過酷な労働だったみたいです。そりゃそうですよね。正面に見えているのがサンテチエンヌ橋です。あそこに向かって行きます。それでは橋に入っていく前にビエンヌ川沿いの方に少し降りていきます。当時の洗濯業者さんたちが仕事をしていた場所の方に行きましょう。ここから橋もきれいに見えます。パリのポンヌフ橋、あれは17世紀にできてます。こちら12世紀ですよ。5世紀も早くにできている古い橋です。で最近はこのような椅子のようなものがね、設置されました。はい、こういうところで昔洗濯女の方たちがお洗濯されてたんですよね。この川に平たい丸い石を置いて、自分の縄張りっていうんですか、持ち場の目印にしていたそうです。ここで先ほどご覧いただいたおしゃもじのようなもの、あれで洗濯物を叩いて仕事されてたんですね。じゃあちょっとこのサンテチエンヌ橋の方に行きましょう。でまたこのビエンヌ川沿いには昔はもういっぱいいっぱいリモジュ焼きの窯があったんですね。まだガスができる前、
当然ながら、材木を燃やして窯を焚きますでしょ。その材木を当然ながらこのビエンヌ川で運んでいたんです。でちょうどこのサンテチエーヌ橋のところに港が作られて、ここで材木の引き上げ作業が行われていました。こういうね、材木を引き上げる人なんかも含め、このリモージュではリモージュ焼きに関わっていた人の人口が1万人ぐらい、19世紀末、もう全盛期では1万人ぐらいいたそうです。現在の人口が13万人なので、今の人口の 10% 弱リモージュ焼きに関わっていたっていうことですね。それではサンテチエンヌ橋の方に入っていきましょう。こちらのサンテチエンヌ橋というのは、向こうからですね、巡礼者の人がリモージュに入ってくるときに通る橋だったんです。で今いたところが右岸になっていて、そして向かい側が左岸側には居酒屋とか、あとお食事処っていうのがいっぱいあったようです。ご覧ください。こちらが上流、そしてパパのここには十字架が掲げられています。もともとはですね、13世紀に作られた十字架があったんですけれども、今は台の部分だけ13世紀のもので、この鉄でできている十字架は19世紀に作り直されたものです。こちらが下流です。もうリモージュの周り森だらけですので、やっぱり材木を運んでくるにはね、このビエンヌ川ちょうど良かったんですね。今もこの辺りにはレストランが結構ございます。このレストランポン・サンテチエンヌ、来たことはないんですけれども、サイトで見る限り非常に美味しそうなお料理を出しています。はい、ご覧ください。このホタテ貝、こちらリモージュ焼きでできています。これは最近作られたマークなんです。なんか古そうですよね。やっぱり13世紀の石っていう感じがします。それではもう一度こちらの橋を渡っていきます。これは巡礼者の人がここを渡っていましたよという説明書き。
結構川幅もねありますよね。これね120メートルだったかな、そのぐらいあるはずです。でもともとリモージュの町、ケルト人が住んでいたんですけれども、パリと同じく紀元前1世紀にはローマ人に支配されました。そしてリモージュは交通の要衝ということで力を入れて発展させたんですよね。ですから古代ローマにあるフォーラムとか、あとお風呂ですね、テルマエロマエ、そしてシアター、あとバジリカ、要は寺院とかね、そういうものは全部このリモージュの町にも作られました。さっきご覧いただいた大聖堂、あそこにはどうも古代ローマの神々を称える寺院が建っていたと考えられています。ちょっとこちらの看板をご覧ください。ジャーダン・デュ・ポール・ドゥ・ナベックスって書いてます。これはポールっていうのが港のことなんですね。そしてこのリモージュのロゴ、これ燃える炎なんです。どうしてこのロゴかって申しますと、リモージュに焼きの窯がいっぱいありましたでしょ。でも本当に最盛期には昼夜となくリモージュの窯に火を焚いていたんです。それでもう夜見るとリモージュの街中が炎に見えたっていうことで、炎がこの街のマークになりました。これ昔の洗濯女の方たちの写真です。20世紀の半ばぐらいまでこの洗濯業者の方たちというのはこの辺にいらっしゃったということです。それではちょっともう一つ別の道から上の方に上がっていきたいと思います。まずは先ほどご覧いただいた洗濯業者さんの家に続く道をちょっと上がっていき、ここから右に曲がります。するとこの通りの名前はルー・デ・ラブーズ、洗濯女通りとでも訳すんでしょうか。この通りはね坂になってるんです。かなりの上り坂です。でもやっぱり洗濯女の人たち重い洗濯物持って階段より坂の方が楽だったっていうことなんでしょうね。なんかここすごい音がすると思ったら竹やぶになってますね。映像でお分かりになりますでしょうか。ちょっとよくわからないかもしれないんですが、これかなりの坂なんですね。藤の花が咲いています。ちょっと後ろを映してみましょう。
坂になっている感じ、お分かりいただけますか。あ、この辺に住んでらっしゃる方々です。ククーメルシー、オーバー。なんかのんびりした感じでいいですよね。今平日の4時ぐらいです。ここにもう一つの巡礼路マーク、建てがいがついてます。こういうのは新しいものです。なんかこの上に顔のようなものがついてるんですけど、何でしょうかこれ。ここはRue de la Règleと申しまして、起立修道会とでも訳せるのでしょうかね。そういう女子修道会がありました。先ほど初めの方にご覧いただいたお庭にあったんですね。そこから続く坂道です。皆様、今回の散策お楽しみいただけましたか？ご視聴大変ありがとうございます。あともう少しこのゆったりとした風景をお楽しみください。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。それではまた。Merci et à bientôt.